あ、どっちだっけ。これ絶対ロードじゃ無理だな。危ない危ない危ない。皆さんおはようございます。83の里です。本日から8月でございます。時刻は今9時34分。丁寧小樽方面に向かって走っております。で、今日もですね、自転車はグラベルロードのトップストーン4で来ております。かなり前からちょっと目をつけておりました。銭箱の先のね、ハリウス峠でしたっけのところから入れる、ちょっと砂利道をね、あるっぽいんですよ。そこを目指していきたいと思います。それでは行きましょう。今、軽くちょっと追い風っていうこともあって、すごい楽にね、30キロオーバーで巡航ができてます。普段乗ってるロードバイクより2キロぐらい重たいんですけど、漕ぎ出してしまえばね、全然重さが気にならない。平坦だったらね、重量が気にならないし、ブロックタイヤもですね、個人的には全然気にならないレベルで普通に走れますね。去年購入したクロスバイクが 32C で、重さはさらに2キロ重たいのかな。で、こう同じような道走ったんですけど、やっぱクロスとね、このグラベルロードだとやっぱポジションが全然違うっていうのもあって、すごいスピード出すのも楽だし、維持するのも楽ですね。僕はアニマトのジャイルズで、追い風だとやっぱちょっと30キロはね、もちろんフラットペダルっていうのもありましたけど、結構きつかったですね。本当に一生懸命漕いだって感じですけど、今はね、全然軽く漕いで28、9、10、31、32とか、全然普通に出ます。よし、こっから小樽入ります。銭箱エリアになるのかな、どうなんだろう。ここのパスコロっていうアイスクリーム屋さん、いつも混んでますよね。バイクとか自転車とか、ドライブの人も多いか。気になった道1本目がさ、このレストラン太郎の向かいの、ここラルズマートの奥、これやばそう。ちょっと、絶対さ、GoPro じゃ、この勾配伝わってないと思うけど、19%、18%、16%、一瞬22って出たね。でもギア比が軽いから、なんとか登れますね。普通のロードだったら相当きつい。よいしょ。これがフロント40のリア48。歩みは遅いけど、全然楽。いや、でもそれでもきついね。やっぱ、15%超えは、こんなにきついんだ。今日別に、激坂は登りに来てないのに。マップ見て思い出しました。なんか突き当たりにね、宿泊施設あって、ここの先がね、林道っぽいんだけど、多分ね、通っちゃいけない林道だったような気がします。ので、今日は時間もあれなんで、ちょっと目をつけてたグラベルを走りたいと思います。てか海綺麗ですね。映ってるかな。ちょっとね、目をつけてるグラベルが2本あって、正直言うと、1本はちょっとね、動画にできるかどうか、微妙な感じしてるんですよね。
もう一本は、ちゃんと通り抜けができる感じなんで、とりあえず今日はね、そっち先に行って、帰り時間があればもう一本の方。でも多分ね、今日時間がないから、一本だけかな。もう一本は普通にお蔵入り、後日来て普通にお蔵入りかもしれないです。さあ、オンズ越えて、もう少しで峠ですね。今、オンズの下に、3号エリアっていうね、ちょっと、工務店さんが開発したカフェとかあるエリアがございまして、そのうちそこも動画にしたいなと。高速道路の下をくぐりまして、シーウィード。ちょっと看板出てる間を、ところを左ですね。確かだからここでいいのかな。もうまっすぐ行って、右奥に入ってくって感じですね。で、今日はちゃんと熊よけの鈴を購入しまして、つけてきております。あんま見えないと思うけど、ここにね、ここにあるんです。オンオフできるやつで今オフにしてるから鳴ってないけど、ちょっと、森入ったら鳴らそうかなと思ってるけど、音がうるさかったらほんとごめんなさいって感じですね。どっちだっけ？橋渡ってこっちだった気がするな。こっちだ。もう砂利道じゃん。そしてもう、熊出没注意って書いてありました。大丈夫か？なんかやばそうだったら、それで控えします。ごめんなさいね。こんくらいだったかもしれない。うわ、やばそう。森じゃん。これ絶対ロードじゃ無理だな。ちょっと待って、車有地って書いてあるかも。ダメかな。どこが車有地なんだろう。森が車有地かな。ちょっと行けるとこまで。なんかね、一応、野菜の無人販売所って、Google マップには出てたから、通っちゃダメとかは、ないはずなんだけど。すごいな、これ。虫がすげえ。どっちだろう。むずいな。一回見るか。タイヤはめちゃめちゃ安定して走れるから、それはめちゃくちゃ収穫だな、今回。いや、マジで熊出そうだった。坂きつかったね、今ね。基本5%以上。で、普通に10%。8%も多い。だから逆側から来た方が楽かも。ここは。だから喋りながら撮ったやつ、全部録画されてなかった。くらい。ちょっと一回、ハリウス峠普通に登って、ゴールインしようと思ってた地点から、軽く下って、下りだったら通り抜けできるかな。でももう雰囲気がめっちゃ熊出そうで、あんまりいい気分はしなかったけどな。がっつりちゃんとした山道でしたね。あれが旧道なんのかな？どうなんでしょうね。はい、で、これで、さっきのハリウス峠5号線に合流ですね。すぐそこにさ、高速を上に橋かかってるから、よかったらそこを渡るための道が、どこかにある。もっと先と合流だ。
トンネルの近く。多分ね、この辺から左に入ってくる道があるっぽいんですよね。やばい、どっか足抜き出されたかも。この建物のところかな。ぽいな。あ、ここか。ここだ。ここだ。めっちゃきつそう。まあもう熊怖いんで全部は行かないっす。ちょっと上登ってみてどんな感じかだけ確認します。いやもうそこ、砂利道じゃん。めっちゃでかい人感じ。やばいな、これ。マジで高速の隣じゃん。あ、で渡ってだ。一応ここはアスファルトで舗装されてたんですね。名残がある。危ない危ない危ない。で、こうなんだ。で、さっきのここだ。いや、でも完全に山道だもんね、これ。よいしょ。いや、これはちょっとね、リスクが伴うね。正直一人では行きたくないな。ちょっと怖いですね。盛りすぎるな。ちなみに熊鈴こんな感じです。せっかくだからちょっとだけ行ってみようか。ちょっとだけね。そんな趣味にリスクをかけて行ってもらえないんで。でも荒れてんな。これきついわ。でもずっと進めますね。この辺はきつい。よいしょ。よいしょ。で、こっからさらに山道入ってくんだ。そういう感じだ。なるほどね。じゃあ、帰りましょう。これは。フロントブレーキから変な音。朝方ちょっと雨降ったからさ、若干濡れてるんですよね。でも、機械式ブレーキでも、このスピードだったら、なんともないですけど。もうちょっと、普通に勾配でスピードも出てたら、やっぱ油圧式ブレーキがいいなと思うんでしょうね。この辺はさ、砂利がちっちゃいんですよね。全然走りやすかったんですけど、橋渡ったらもうめっちゃ、きついですね。いや、でも北海道のマウンテンバイクとかやる人はああいうとこ行くのかな、普通に。そう考えたら昔よく登山とかやってたよな。いや、登山道とはいえ、そんなに頻繁にさ、人が登るわけじゃないから、よく考えたらリスク高いスポーツでいいのか。スポーツですよね、登山。もうコロナになってから行かなくなっちゃいましたけど、昔は会社のね、上司とかと一緒に、よくいろんな山登ってたんですけど、でも必ず2人以上で登ってたから、そういう意味ではリスク回避的なのができたんで。よし。バッテリー交換、オッケー。いやー、ちょっと、あそこから車道に復帰できないから、申し訳ないですけど、歩道をゆっくりね、走らせていただいて、信号があるとこまでは、ちょっと歩道をゆっくり走って帰りたいと思いますね。
で、せっかくなんでさっき通った道もう一回、こっち側ちょっと入ろうかなと思ってます。いやー、今さ、もう失敗しちゃったけど、通り抜けようとした道、走れれば、多分3、4キロ、4キロは言い過ぎか、3キロぐらいの、2キロか3キロぐらいのね、いい林道みたいな感じだったんですけどね。ちょっと勾配が急なのと、やっぱり道が狭いし、もう小樽市からも熊出没注意の看板、途中に林道の中にありましたもんね。で、ここのゴミステーションにも熊出没注意って看板がね、注意書き。これほらね、出没危険って、こう貼られちゃってますし。まあ、ここは出るよな。そりゃそうだよな。で、もう一個目星つけてるグラベル、あるって言ったじゃないですか。これね、入り口がめっちゃ近いんですよ。そこなんですよね。小田組って書いてるところの道を登っていくと、このルートなんですよね。多分これね、会社の道じゃなくて、普通の道っぽいんで、多分通れるんですよ。まあちょっと来週とか再来週とかに、そのもう一個の道は、ちょっと調査しに行きたいなと思いますが、まあ結論から先に言っちゃおうかな。ゴールが、オンズの上の方裏側なんですよね。スキー場の。で、スキー場が、今ね、夏季、侵入禁止なんですよ。なんか、銭箱に住んでる友達に聞いたら、オーナーさんが結構変わって、そういうのすごい厳しくなったんですって。昔はオンズ夏スキー場の方、普通に入ってよかったらしくて、山菜採りの人とか結構いたらしいんですけど、なんか今防犯カメラとかもすごい設置してて、ただ折り返せば別に不法侵入じゃないから大丈夫かなと思ってるんですけど、なんか上の方に北電の施設かなんかが確かあったと思うんだよな。あるから、そこまでは別にね、行っていいと思うんだよな。まあ、車有地になってなければですけどね。わあ、海綺麗だな。天気良くなってきましたね。ああ、下り気持ちいいな。じゃあ、いつも通り、ここ、左曲がって、線路越えて、裏道通って帰りますか。帰りは。これが一番交通量も少なくて安全かなと思ってます。そっから札幌市。帰ってきましたね、だいぶ。帰りはスピードが全然出ないな。でもやっぱりちょっとタイヤ、ホイールが重たいのかな。こういう感じは少し感じるね、帰りは。行きは追い風もあって軽やかでしたけど。シラプスにつけてるロバールのホイールは、あれ実はグラビルも対応のホイールなんですよね。だからあのホイールをこっちに移籍してもいいんだけど、そうするとシナプスに履かせるホイールがないんですよね。まあかといってシナプス用にね、いいホイール買うのもなーっていう。そこに今お金をかける日は起きないかな。いや、だいぶね、向かい風が、帰りは厳しいですね。でもフレアハンドルの下半、結構握りやすくて、向かい風にすごい有効でした。っていうのも、今日一個学びかな。次回はどうかな。そろそろ、平野山かなと考えてます。まあちょっとどうなるかわかんないですけど、また次の動画もね、お付き合いいただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。